皆さん、こんにちは。日本語教師のしょうこです。今回は兵庫県にある城崎温泉を紹介します。この動画には字幕がついているので、日本語を学んでいる人におすすめな動画です。それでは一緒に見ていきましょう。城崎温泉は兵庫県の北の方にあるとても有名な温泉街です。1000年以上の歴史があり、日本の古い温泉の町として人気があります。昔の本によると、約1300年前の奈良時代にお坊さんが見つけたと言われています。たくさんの人が怪我や病気を治すためにこの温泉に来るようになりました。温泉街に旅館や食事ができるところがたくさん作られ、少しずつ大きくなっていきました。町の中には7つの外湯と呼ばれる公衆浴場があります。公衆浴場は誰でも入ることができるお風呂のことです。旅館に泊まっている人は浴衣を着て下駄を履きながら温泉を一つずつ回ることができます。これを外湯巡りと言います。温泉街を歩いていると足湯という足だけを入れる温泉をたくさん見つけます。ベンチや椅子に座って足をお湯につけます。足を温めることで体もポカポカしてきます。この日は雪が降っていてとても寒かったので足湯に入って温まりながら休憩しました。温泉街にはたくさんの足湯があって、タオルを持っていれば誰でも気軽に入ることができます。無料で入れるので、服を脱いでお風呂に入るのが苦手な人もぜひ試してみてください。ここは御所の湯です。御所の湯は城崎温泉にある外湯の一つです。昔、お姫様が入ったと言われていて、美人の湯として有名です。建物は新しくてとても綺麗です。温泉は外にある露天風呂なので景色も良く、私の友達の一番おすすめの温泉です。温泉から出て牛乳を飲みました。日本人は温泉や銭湯など大きなお風呂屋さんに行くと、お風呂上がりに牛乳やコーヒー牛乳、フルーツ牛乳をよく飲んでいます。皆さんも日本人みたいに試してみてくださいね。お風呂から出たら温泉卵を作りに行きました。温泉卵は温泉の熱を使ってゆっくり作る卵です。普通のゆで卵よりも白身は柔らかくて黄身はトロトロしています。昔の人は温泉の中に卵を入れてそのままお湯の熱でゆっくり茹でました。だから温泉卵
という名前がついたそうです。ここは河野湯です。河野湯は城崎温泉の中で一番古い外湯です。河というのは大きな鳥の名前です。昔、この場所に怪我をした鳥がいて、温泉のお湯で元気になったという話があるそうです。お腹が空いてきたので、お昼ご飯を食べに行きました。お昼ご飯は海鮮丼を食べました。城崎では海鮮がとても安く食べられるということで、とても楽しみにしていました。これはブリという魚の丼です。こんなにたくさんお刺身が乗っているのに、1000円もしなかったです。とても安いですね。上には温泉卵も乗っています。最近、駅前で有名なきなこパンのお店にも行ってきました。温泉で話した他の観光客の人が美味しかったよと話していたので買いに来ました。生地はふわふわで揚げたてでとても美味しかったです。そしてこれは卵パンです。これもとても人気な商品だそうで、友達と分けて食べることにしました。この地蔵の湯は一番地元の人が使っている温泉だそうです。柳の湯はとても小さいお風呂でしたが、雰囲気がとても日本らしくてよかったです。足湯もありますね。城崎温泉は昔から作家にも人気のある温泉街です。特に志賀直哉と小泉八雲が訪れ、温泉や街の景色を文章に書き残しています。志賀直哉は有名な作家で、城崎温泉に行った時の体験を文章に書きました。志賀直哉の本では、温泉の街の静かな雰囲気や、外湯巡りの楽しさがよくわかります。小泉八雲は、日本の怖い話や不思議な話、怪談で有名です。怪談は幽霊や妖怪が出てくる怖い話のことです。小泉八雲は城崎温泉に行ったとき、温泉や町の人々の生活を書きました。川や柳の木、夜の街の景色を美しく描いていて、読んでいるとまるでその場にいるような気持ちになります。城崎温泉はただの温泉地ではなく、文学の舞台としても有名なので、外湯巡りをしながら昔の作家たちと同じ景色を楽しんでみるのもいいですね。帰りは豊岡駅から電車に乗って帰りました。京都まで行って電車に乗り換えて名古屋まで帰ります。今回の動画はどうでしたか？城崎温泉に行ってみたくなりましたか？
本当に素敵な温泉の街なので、たくさんの人に体験してもらえたら嬉しいです。そして日本語を勉強して現地の人に歴史や文化のことを聞いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。